こんばんは、はるきです。今回はフューチャースターチーム2の全体版ティアリストになります。SBC の選手だったり、目標の選手だったりとかも追加をして、全体版として、今回も出したいなというふうに思います。それでは、早速紹介をしていきます。こちらがフューチャースターチーム2の、全体版のティアリストになります。B には、誰も追加をすることは、なかったですね。で、そして A はティルマン、そして追加をしたブルカルトです。ミニリリースで来た選手ですね。ブルカルトに関しては、やっぱり、ほんとティルマンだったりと同じような形です。スキルだったり、逆足っていうのも、そこまで伴ってないですし、逆足が3なので、ちょっとね、難しさっていうのはあるかなというふうには思います。ですけど、スピードがまだあるっていう風なことで、前線として、足は速いっていう風な選手になりますし、決定力も若干は、あります。決定力高いんですけど、冷静さですね。冷静さも相まって、若干はあるっていう風な感じになるので、そうですね、ほんとティルマンと同じような形でスピードだったりとかは、あるけど、決めきれなかったり、またパスとかもそんなに上手くなかったりっていう風な、感じなので、そこまで使われるような選手にはならないのかなという風に思います。で、そして、A と S の間にいるのがマラシアですね。ミニリリースで来たマラシアです。値段的にはね、結構 LB の選手としては高い、選手にはなってるんですけど、自分的には、S までにはいかないかなというふうに思います。もちろん地上戦だったりすると、しっかりタックルで取ってくれたりする場面っていうのはあるとは思うんですけど、やっぱり空中戦だったりとか、フィジカル勝負っていう風なところに持っていかれると、やっぱどうしても難しさっていうのはあると思います。チーム1のフランガルシアと同じような、タイプの選手です。アルバだったりとか、そういう小さい、サイドバックというか、小柄なサイドバックの、選手の部類には入りますし、本当に、ジャンプが90なので、まだ頑張ってくれは、しますし、フランガルシアより、ボールを持ちやすかったりとか、ある程度守備能力もちょっと高かったりとかはするので、若干は上なんですけど、なかなか S っていうそう弱みをつけられると、本当に、難しくはなるので、なかなか S に上げきれなかったかなというふうには思います。あとはパスもね、視野が75っていうのもちょっと低いですし、身長が小さいサイドバックでもめっちゃ能力が高かったりとか、フィジカルももっと数値的に高かったりとか、他のプラスの要素がもうちょっとあれば、非常にね、上に行く可能性っていうのは全然あるんですけど、この身長の低さをカバーするだけの能力だったりとかプラスポイントっていうのは個人的にはなかったかなというふうに思います。冷静さも71なのでちょっと厳しいかなというふうなところです。値段はちょっと高いなっていうふうに正直感じますね。で、そして S ですね。S は新しく追加をした選手でいくと、ロベッラですね。ロベッラ、そしてトラオレ、そして、あとはヌーノ・タバレスですね。そしてヨベティッチ、そして SBC で来たフィル・ジョーンズですね。この、5名ですかね、を追加をしたという風な感じになります。ロベッラに関してはまだ目標で、取れるような選手、フューチャースターのアカデミーのやつです。82取って、84取って、86取って、最後この88っていう風な、感じにはなるんですけど、44に、ね、なったっていう風なことは、非常にいいことかなというふうには思いますし、どちらかというと守備的な、選手にはなるのかなというふうに思います。ですけどワークレートがミディミディだったりとか、あとは、フィジカル的にもそんなに強くはない、っていう風な選手になりますし、積極性も、冷静さだったりとか、もうそんなには、高くはない80という風な感じなんで、なかなか結構時間を取って、獲得しないといけないフューチャースターのアカデミーなんですけど、その労力を使ってまで取る選手では自分はないかなっていう風に、思いますね。ペースもね、もうちょっと速かったらいいかなという風には思うんですけど、
まあ個人的にはそこまで強くはないかなっていう風な、感じの選手で、まあでも別にまあそんなに対して悪くもないっていう風な感じの、選手、まあほんとこう S みたいな感じに、なるという風に思います。で、そしてトラオレですね。トラオレに関してはあんまり自分は知らないような選手、にはなるんですけど、まあスキルが、4で、逆足が3で、スキルの方が多分4に上がってる、選手にはなってます。まあ決定力がそんなに高くは、なくて、本当にこうパスが上手くて、まあ、ドリブルもある程度できるっていう、本当にこうキャムタイプの、選手にはなるかなというふうに思います。まあ、2列目から飛び出す上でのスピードっていうのは、まあ、ペース90あれば、十分かなというふうには思うんですけど、まあ、冷静さ83だったりとかは、なかなかこう中央で囲まれた時の、まあ、冷静さを保つ上での数値としてはちょっと低いかなというふうには思いますし、まあ、フィジカルもそんなには強くないっていう風な感じで、やっぱり中盤の選手として逆足3っていうのは、ちょっと痛いので、まあ、あとは中盤の選手なんですけど、ディフェンスの意識が低いっていうような感じになるので、まあ、この人も、そうですね、そんなには強くはないっていう風な感じですね。SBC で来たんですけど、まあ、作らなくても、自分個人はいいかなという風に思います。ケミ的にもまあ難しいですし、作る必要性はあまり感じないかなという風な感じです。で、そして次はヌーノ・タバレスですね。目標、この人もフューチャーのアカデミーのやつです。まあ、ですけど、これを獲得するのは、この選手獲得するのは簡単ですね。で、まあ、ヌーノ・タバレスに関しては、まあ、リーグワンの、サイドバックとしては、まあ、非常にまだこう全然使えるような、選手にはなるかなというふうには思います。まあ、インターセプト値がね、78っていうのは結構低いので、まあ、思った以上にこう取ってくれないっていう風な場面は全然あると思います。なんか距離感が遠いなとか、っていう風に思うと思うので、まあ、そうですね、メタっていう風な、守備力ではないかなという風には思います。まあ、ちょっとざっくり言うとやっぱペースが速いだけみたいな、感じにはなるのかなという風に思います。まあ、ペースが速いと守備能力をまあまあこう補えるっていう話は、まあ、布面図の時にもしたんですけど、まあ、タバレスの場合はね、インターセプトも低かったりするのはちょっと全体的に低かったりするので、まあ個人的にはあんまりかなというふうには思いますね。逆足5に、まあ、アップグレードされたのは非常にいいところではあるんですけど、まあ、そこまで強くはないです。もうそんなに悪くはないっていう風な、感じですね。値段気にしないのであれば、普通に布メンデスの方が、自分はいいかなという風に思います。で、そして、SBC 同じくですね、SBC できたヨベティッチです。モーメントで来ました。まあ、44にこの人もアップグレードされたんですけど、まあこの人もね、正直そんなには強くはない、こう絶対作るべきっていう風な SBC ではないかなという風には思います。まあ身長も、少し183と、まあちょっと高めの選手にはなってますし、まあ代わりはいるかなという風な選手ですね。まあ特にブンデス、だんだん特殊の選手来てましたし、まあ ST でもいい選手はいるので、もうちょっと使いやすいような、選手はいるので、まあ、ヨベティッチは、まあ、能力自体はね、そんなに悪くはないと、思います。まあ、ですけど、まあ、勝利に貢献してくれる活躍ができるかっていう風なところでいくと、まあ、ちょっとこう、どうしてもこう、不器用さっていうのが、まあ、見られるような、選手にはなるかなという風に思います。アジリティは高いんですけど、まあ、そんなには、ドリブル軽くはないかなという風な感じですね。なんで、まあ、他にもいい選手はいる。まあ、でも、ヨベティッチでも全然 S ぐらいはあるっていう風な、選手ですね。で、そして、最後ですね、S の最後、SBC できたフィル・ジョーンズです。まあ、フィル・ジョーンズかなりペースが速く、なりましたね。そこがまずセンターバックの選手としては、非常にいいポイントかなという風には思いますし、この人はね、まあ、もちろんフラッシュバックで、来て、まあ、2万ぐらいで作れたので、まあ、全然こう作っても、いいような SBC にはなったのかなというふうには思うんですけど、実力的にはやっぱりこう S ぐらいかなというふうな形ですね。守備能力もそこまで高くは、
ないですし、やっぱり冷静さも73だったり、リアクションもそんなには高くはないので、ある程度はできるよっていう風な、選手になるという風に思います。そこまで期待を、するような選手ではないかな、するカードではないかなっていう風な感じで、フィル・ジョーンズがね、好きでというか、そういうフィル・ジョーンズの人気っていう風のに、と一緒に作るんだったら、全然使えるかなという風な感じですね。で、そして S と SS の間にいるのがエンケティア、そして、SBC できたアレですね。エンケティアに関しては少し上げたという風な感じになります。で、追加をしたアレですね。アレはね、スキルが3で逆足が5という風な、感じになっていて、SS まで上げてもいいかなっていう風に思ったんですけど、やっぱりね、スキル使ったりとか、あとはちょっと細かいドリブルだったりとかが好きな方は、ちょっと合わない、タイプの選手にはなります。ほんとヘディングだったりとか、空中戦だったりとか、フィジカル勝負っていう風な、ところで、戦うような選手にはなるので、それを、それ一辺倒というか、そういうのをいっぱい、やってあげると、非常に生きるような選手にはなるかなというふうに思います。空中戦とか使う選手って別に足でスキルとか使ったりはしないので、スキル3でも全然いいっていう風な感じにはなります。なんで、空中戦だったりとか、ロングボールだったりとかを結構多く、蹴るプレースタイルの人は、あれは、めちゃくちゃ強いというふうに思いますし、手に合うような選手にはなると思います。ですけど逆に地上戦に関しては、やっぱりどうしても重たさっていうのは、出てくるので、そこで SS までには上げきれなかったかなという風な感じです。ですけど本当に空中戦めっちゃ強いですね。で、冷静さも99完走してますし、フィジカルも99完走しているので、本当に何かにというか空中戦に特化をさせる戦い方ができるのであれば、非常にあれは強いような、選手にはなるというふうに思いますね。で、そして SS ですね。SS は SBC できたトゥラム、そして SBC のスモーリング、そしてミニリリースですね、来たバディアシルを入れました。トゥラムに関しては33ではあるんですけど、ウィロックだったりラムジはちゃうか、ウィロックだったりとかと、同じような33の中盤ではあるんですけど、能力は非常に高くなってます。本当にバランスがいいです。もう全部ほぼ80超えてるみたいなような選手にはなるので、本当そこの33の逆足のところの、パスを気にしてあげれば、非常にリーグワンでも強いような、中盤にはなれるかなというふうに思います。作った人も全然いるんじゃないかなっていうふうに思いますし、ペースも速く、そしてドリブルもね、ある程度できてっていう風な、選手にはなるので、で、あとはニースっていうことで、今回来たアタルと合うっていう風な、こともできるので、全然、この人も悪くはないかな。役割意識もね、中盤の選手でハイハイっていうのは、非常にいいですし、結構作ってもいいというか、おすすめの SBC にはなったのかなというふうには思います。もうちょっと積極性があればね、良かったかなっていうふうに思うんですけど、それでも十分 SS クラスの選手にはなってるというふうに思いますね。で、そしてスモーリングですね。フィル・ジョーンズと一緒に来たんですけど、スモーリングに関しては10何万ぐらいする SBC で、全然、自分的には、ケミが合うのであれば、作っても良かったのかなというふうに思いますね。なかなかね、ローマの選手で強い選手っていうのが、今作そこまでいないので、チームで組み合わすっていうことはできないんですけど、リーグで、組み合わすっていうことで、非常にいいのかなというふうに思います。インターセプトがね、83なので、もうちょっとあれば、良かったかな。もうそこぐらいかなっていう風に思います。そことあとはもうちょっとペースがあればとか、そういう風なところだけやったかなっていう風には、思います。強いて言えば。なんで、そこら辺がもうちょっと整っていれば、一番上の、それこそ洗う方だったりとかと、競ること、できたかなっていう風には、思います。それでも非常にこの人も、強いような、選手にはなってたかなという風に感じます。で、そして、ミニリリースできたバディアシルですね。チェルシーの選手、モナコから移籍をしてきた選手にはなるんですけど、本当に身長だったりとかも、高くというか、本当センターバック向きの選手で、体もごつくてっていう風な選手にはなるので、
まあ個人的にはそれに加えてペースだったりとかもまあ速くなってるので、まあ全然、コスパのセンターバックの選手としては非常におすすめはできるのかなというふうには思います。かつ、まあリアクション95、そして冷静さも94あってっていう風な感じの選手になるので、まあ非常におすすめできるような SS のセンターバック、プレミアのセンターバックになるかなと思います。まあ、この人もね、そうですね、積極性79度でちょっと低いので、そこがあれば、本当に良かったかなっていう風に思いますし、ペースも、まあ、加速がね、ちょっと低いので、加速ももうちょっと上がってれば、かなり良かったかなという風には感じますね。それでも、普通にこの人も、強いような選手、左利きっていうのも、素晴らしいですね。でそして最後です。SS と SSS の間にいるのがフラッシュバックバロテッリです。バロテッリ、ケミはなかなか難しくはなってますけど、スキルが5にアップグレードをされて、このごつさで、スキルでこう相手に突っ込んでいくことができる選手になりました。本当にカントナだったりとか、まあ、ラッシュだったりとか、まあ、ロナだったりとかっていう風なタイプで、冷静さも非常に高くて、決定力っていうのも高いような選手には、なってます。さらにペースもあるので、裏抜けで、相手を押さえつけながらっていう風なことも、できるという風に思いますね。まあ、リアクションが高ければ、かなりこうゴール前でも、こう、ボールを押し込むっていうことが、できたかなという風には思います。なんで、まあ、そういう風なところだったりとか、まあ、あとは、ね、スキル使わない方からすると、ちょっと重たさっていうのも、まあ、感じると、思うので、まあ、なかなか一番上に上げるまでの選手ではなかった。でも、それに近しい、力っていうのはあるなというふうに感じたので、ここの間っていうふうな、感じになります。まあ、なかなかケミが難しいので、スパサブとして、作るでも、いいのかなというふうな感じですね。っていう感じで、これがフューチャースターチーム2の全体版のティアリストになります。まあ、また、RTTF だったりとかは全体版、まあ、メインリリースが来たらですけど、作ろうかなというふうに思うので、まあ、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。